やりませよ、しゅうせみだ。本日なんですけど、本日は5月の31日17時からなんですけども、9点メガ割りの方が始まります。はい、というところで今回もおすすめ商品、効果を感じたおすすめ商品の方を皆さんの方にご紹介できればなと思っておりますので、最後まで見ていただければ非常に嬉しいかなと思います。それでは早速、行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日は9点メガですね。また始まりますね。というところで今回もおすすめ商品、効果を感じたおすすめ商品というところを厳選した15選の方を皆さんの方にご紹介できればなと思っておりますので、購入の参考にしていただければ非常に嬉しいかなと思います。というところで今回はね、夏前にね、必要なものっていうところで皆さんの方にご紹介できればなと思っておりますので、この時期にねマストになってくるもの、使った方がいい商品とかを紹介できればなと思っておりますので、参考にしていれば非常に嬉しいかなと思います。はい、まず1つ目はこちらになります。スキン104のサンセラムになります。もう夏にはね、もうサンクリーム、サンセラムっていうのが必要になってくるんですけども、サンケアですね。その中でサンセラムっていうのはもう夏にねかなり使いやすいっていうところで、僕毎年愛用してるんですよ。その中でもかなり使いやすくていいっていうところで、スキン104のこちらのサンセラムの方を入れさせていただきました。もちろんね、スキン104のサンクリームだったりとか全部いいんですけども、ニキビケアに特化した商品だったりとか、あとトーンアップした商品だったりとか、あと毛穴カバーする商品だったりとか、あとバリア強化したサンアンプルもあったりとかするので、全ていいんですけど、その中でのねサンセラムっていうのが一番優れてるっていうので、夏に合った商品としてはねこちらの方をお勧めさせていただきます。でもう第1位いろいろ取ってるので、2023年24年っていうねいろんな賞を取ったりとかしてるので、SPF50 プラスの PA4 プラスなので、こちらも合わせて当たり前なんですけども SPF50 プラスっていうのはマストかなと思いますね。30とか35とかもスキン1の方からも出してたりとかもするんですけど、あまり僕の中でおすすめしないかなって感じでございますね。夏っていうところもあるんですけど、僕は一年中 SPF50 プラスのものを使ってるんですけど、ここは人それぞれ考え方の違いかなと思うんですけど、もう肌に優しいものだったりとか低刺激のものは出てたりするので問題ないかと思って僕は使っているんですけど、その中でも韓国では当たり前のように SPF50 のものを使ってますね。で30とか50以下のものみたいなものは使ってる人僕見たことないんですよね。なので50以下のものはサンクリームとして見なさないみたいなね感覚がある、韓国の国柄だったりとかするので、できれば SPF50 のものを使った方がいいかなと思いますね。というところでスキン104のサンクリームサンセラムの方をご紹介させていただきました。で2つ目に行きたいなと思います。そして2つ目はこちらですね。センテリア24のマスクパックのセットになります。マスクパックがもうこれが一番いいですね。センテリアン24っていうのはもう再生に特化したずっと研究を続けている会社になるので、夏になると鎮静だったりとか歯科だったりとか再生マデカみたいなものが非常に売れてくる時期だったりするんですけども、もちろん合わせてねシートマスクっていうのは歯科とか鎮静のものを使った方がよくて、あとビタミン C だったりものを使った方がいいんですけど、その中で一番優れてるのはもうセンテリアン24のものを使った方が間違いないです。もう他のものとかもいろいろいいものがあるんですけど、なんかねやっぱちょっと欠点があるんですよね。シートマスクのシートが薄かったりとか、ちょっとなんかすぐ乾燥しちゃったりとか、マスクシートの形が良くなかったりとか、なんかねちょっとした欠点があるっていう中で、センテリア24のマスクシートはもうかなりいい、もう成分も踏まえてもう全部いいので、もう迷ったらこれ買っとけば間違いないと思います。その中でも全部このブライトニングだったりとか、通常のラインだったりとか、歯科とかねニキビに悩まれてる方にも合わせたものを作ってるので、こちらはかなりおすすめになってきておりますね。で韓国国内でもかなりセンテリアン24っていうのはかなり支持されていて、僕の中で多分一番支持されてるんじゃないかなって感じだと思うんですけど、で韓国の薬局で売られているマデカソルテがあるんですけども、韓国の方だったらもう知らない人はいないと思うんですよ。もうそれぐらい有名なマデカソルテあって、日本でいうオロナインみたいな位置づけだと僕は思ってるんですけども、それぐらいもうかなり有名なもので、一家に1個は必ずあるみたいなね、むしろ1人1個は持ってるみたいな、そんなクリームなんですけど、もう万能クリームとして使える、すり傷だったりとかやけどだったりとかニキビにも使えるっていうので、僕はもう必ず持ってるんですけど、そこの会社が作っているコスメの
メーカーとしてセンテレン24なんですよ。なので再生に特化したことを研究してて、シカマデカっていうものがいいものを持ってるって思うんですよね。なので、明らかにね効きが違うっていうところがあって、センテレン24のものを使っておけば間違いないと思います。っていうところで韓国でもねそういうものがみんな知ってるのでかなり人気があるんですよね。でもうセンテレン24の商品なんですけど、どれ使っても間違いない。アンプル使ってもサンクリーム使ってもクリーム使っても全部いいので、悪いものを見たことがないんですよね。なので効果ベースとして全部いいっていうのがあるので、迷ったらセンテレン24買っとけば間違いないと思います。でマスクシートはもう夏の前の時期も必ずマストになってくるので、こちらの商品を入れさせていただきました。はい、で次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらですね。こちらもセンテレン24のマデカクリームなんですけど、シーズン7ですね。トーンアップしてくれたりとか、リポソーム集中ケア、ダイリーケア、マデカクリームなんですけど、こちらはねもう殿堂入りじゃないですかね。多分これにかなうクリームはないと思いますね。成分踏まえて。でシーズン7になってかなり使いやすくなって、ちょっとねグレープフルーツっぽい香りがするようになった。以前まではちょっとね香りが全然違かったので、ちょっと使いにくさっていうのは若干あったんですよ。で成分は非常に良かったんですけど、シーズン6の時まではちょっとねデイでは使いにくかったんですよ、僕の肌にはね。なのでちょっと油分があって使いにくいなと思ってたんですけど、シーズン7になってデイナイトですかなり使いやすいテクスチャーに作り上げてきて、成分もかなり上げてきたっていうのでかなり使いやすい。これはもうマデカクリーム史上最強だと思うんですよね。どこにも勝てないし、もうこれかなり韓国では支持されていて、もう店頭で見つけるのってなかなかセール時なんですけど、店頭で見つけるのはかなり難しくて、それぐらいかなり人気クリームになってるんですけども、もうずっと長いことですね、もう10年以上前とかはセール時じゃなくてもなかったぐらいなので、これはねもう殿堂入りっていうか、毎回僕ご紹介させてもらってるんですけども、やっぱりいいので今回もご紹介させていただきましたっていうところで、今回はこちらですね、マデカクリーム。こちらもマストかなと思いますね。もちろんね鎮静もできるので、夏の日焼けしちゃったみたいな、ちょっと日焼けしちゃったよみたいな方だったらこちらのクリームを使っていくのもおすすめかなと思いますね。シミケアとかも使えるのでこちらはおすすめです。はい、で次の商品ですね。次の商品はこちらですね。ドクター G のレッドブルームッシュクリームになりますね。こちらも歯科クリームなんですけども、歯科ゲルっぽい感じがするので、こちら僕ナイトクリームとしてちょっと2度塗りしてナイトパックとして使ってるんですよね。ナイトパックとしては売り出してはないんですけども、そういうふうに使用されてる方も結構多かったりするんですよね。っていうところでこちら僕はナイトパックとして使っております。夏の時期でもねクーラーでね乾燥しちゃったりするので、そういう時期とかはもう厚塗りしてナイトパックとして使っております。でこちらデイでも使いやすいっていうのもあるので、特にニキビができやすい方とかはこちらのクリームかなりおすすめかなと思いますね。使用感も非常に良くて、潤って油分も出ないような感じにさせてくれるので、こちらは非常におすすめですね。ちなみに今使ってるんですけども、こんな感じの潤い感っていうか分かるかなっていう感じなんですけども、こちら毎回なくなるのでソールドアウトするので、なので事前にちょっと手に入れといたって感じですかね。そんな感じでこちらはマスタークリームっていうか、殿堂入りクリームですよね。ドクター G のメーカーもかなり韓国では人気があって、皮膚科の先生が作ってるメーカーでかなり支持されているものになって、ドクター G の中でもこちらはもうかなり人気があるものになってきておりますね。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらですね。コスアレックスのこちらのサンクリームなんですけど、こちらも SPF50 ですね。もう SPF50 っていうのも当たり前になってくるんですけども、こちらもね成分がめちゃくちゃ良くて、スキン1/4のサンセラムと若干似てるんですけど、こっちの方が潤うって感じですね。スキン1/4のサンセラムもうちょっとツヤ感欲しいなって方はこちらがおすすめですね。こちらアロエベラ入ってたりとかするので夏におすすめだったりとか、ナイアシンアミドがあるので若干のツヤ感が出されるっていうところもある。あとはアデノシンも入ってたりとか、あとトコフェロールも入ってたりとか、あとはヒアルロン酸も入ってるんですけども、ヒアルロン酸が入ってることによって使いやすさ、ちょっととろみがある感じの使用感になってたりとか、あとアラントインが入ってるので肌の鎮静もさせてくれるっていうところなんですよね。で成分も踏まえて非常にいいのでこちらはかなりおすすめですね。っていうところでスキン1/4のものよりちょっとツヤ感が欲しいなっていう方はこちらのクリームの方を使った方がいいかなと思いますね。参考にしていけば非常に嬉しいかなと思います。
はい、で次の商品になります。次の商品はこちらになりますね。こちらグロー M の美顔器なんですけど、ブースターソニックですね。ブースターソニック僕ちょっとずっと使ってるんですけど、やっぱりねこれが一番効くっていうか、ツヤ肌になるっていうところでは僕は大好きですね。でツヤ肌になるものが僕結構大好きだったりするので、ツヤ肌になりたい方はかなりおすすめできる美顔器かなと思いますね。でこちらの欠点を言うのであれば、15分なんですよ1回に。なので5分で振動で教えてくれるので、5分5分5分でね全部でできるんですけど、この15分が結構美顔器するぞっていう感じにならないとできないっていうところあるから、そこら辺がねちょっとね使用頻度が減るっていうところあるんですよね。なので僕の場合だと週2ぐらいしかやっぱりね使えてないっていうところがあるので、結局メディキューブの美顔器っていうのが5分なんですよ。メディキューブの美顔器をやっぱり朝晩使っちゃったりする、その間に使ってるかなって感じだな。なのでメディキューブのやつを朝晩手に取って使用しながら、よし美顔器するぞみたいな感じの時にクロー M のものを使っております。で効果ベースでいうとあんまり変わんないんですよ、どんなやつも。なので手に取って使用するかしないかだと思うんですけど、その中で全部含めた中で効果ベースでいうとグロー M のやつが一番効くかなって感じですね。で次に行ってみたいと思います。次の商品はこちらですね。テラロジックのこちらのレチノールになりますね。こちらのパックなんですけど、かなりツヤ肌になります。もう笑えるぐらいツヤ肌になるので僕は大好きで使っておりますね。で夏レチノール使いたい方も多々いるからと思うので、こちらの方をご紹介させていただきました。で昔とかだと夏の時期ってレチノールってなかなか使いにくかったんですよ。なんですけど最近だと使いやすいものが出てきたっていうのがあるので、そこら辺は非常に嬉しいところですよね。その中でも効果ベースでいうとこちらのものが一番効いたかなって感じですかね。圧倒的なツヤ肌になったみたいな感じになるので、レチノール初心者の方でもかなり使いやすい商品かなと思います。はい、で次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらですね。こちらもテラロジックのレチノールなんですけど、先ほどのパックの前にこちらをするんですよ。このアンプルをしてからその上にパックをするものなので、これを合わせて使用するのをお勧めいたしますね。どちらか使用するっていうのはちょっと考えられないかなって感じですね。これ2つでセットになっているので、パックを取るとかなりのツヤ肌になります。もうめちゃくちゃツヤツヤになります。もう笑えるぐらいツヤ肌になるので、ぜひ使用して体感していただきたいなと思いますね。であと毛穴も非常に締まっていくので、こちらを続けていくことによってかなり肌質が改善されるのが分かるので、そこら辺もね体験してほしいなっていうところになりますね。レチノールの効果を感じたい方はこちらの商品を2つのセットでお勧めいたします。はい、次はこちらになりますね。セリマックスのポアブライトニングクリームになります。こちらがねいいツヤ感を出してくれるんですよね。なので僕は大好きで使っております。かなり僕は成分推しでこのクリームを推しております。水分クリームとして使っていただければいいかなと思うんですけども、サンクリームの前に使うクリームですね。こちらクリームの中では最近ちょっと大好きで使っておりますね。ナイアシアミド 5%、トラナキサム酸が 5%、こちらにもアプローチしてくれるクリームになってきておりますので、かなりおすすめかなと思いますね。でセリマックスのいいところって僕の肌なのかもしれないですけど、いいツヤ感といいトーンを出してくれるんですよ。めちゃくちゃナチュラルで、僕の永遠のテーマはサンクリームで完結させてナチュラルなツヤ感を出せて、肌が綺麗、もちもち肌、赤ちゃん肌みたいなものを作りたいっていうのがあるんですけど、それを叶えてくれるクリームがこちらなんですよね。その僕のしたい肌感を叶えてくれるクリームかなと思いますので、僕の紹介しているものが結構ハマってるみたいな感じがいましたら、こちらのクリームはかなりハマるかなと思いますね。はい、で次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。ビタミン C ですね。夏の時期に限らずなんですけども、ビタミン C は必需品になってくるんですけども、ピュアなビタミン C が 15% 入ってるんですけども、もうこちらの商品がねもう長いこと使ってるってとこもあって、いろいろビタミン C をいろいろ使ってきたんですけども、やっぱりここに戻ってきちゃうというのがありますね。でビタミン C は 20% が一番効くっていうね、肌に一番アプローチできるパーセンテージって言われてるんですけど、ピュアなものがこちら 15% 入っていて、そこが非常に効かせてくれるっていう肌感で僕は感じてるので、やっぱりここに戻ってきちゃうかなってありますね。あとシワ改善、美白のトーンとかね、アップとかもね、そこら辺の効果を非常に感じやすいものになってきてるので、僕は効果ベースでこちらのものを使っております。はい、で次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。ユイ君の飲むグルタチオンですね。僕飲む方からグルタチオン飲んでたら結構肌に
効果が出てきたので、ここはちょっと続けていこうかなと思ってる飲むグルタチオンになってきておりますね。塗るグルタチオンっていうのはいろいろ使ってきたんですけども、なんか効果っていうのがあんまり感じづらくて、飲む方に変えたらより効果があったので、その中でもこちらのものが一番効果があったっていうところで皆さんの方にご紹介させていただきます。やっぱりね、塗る方とかもそうなんですけども、飲む方、中からねやっぱ変えるっていうのがね非常に大事になってきてくるので、飲む方の方がね効果を感じやすいんですよね、長いベースで考えると。なのでちょっと僕はね変えているって感じですね、サプリメントとかにね。もちろんね塗る方も大事なんですけどもね、そんな感じでユイックのグルタチオンになりますね。で、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらですね。メディテラピーの塗るブースターなんですけども、レチナールになりますね。こちらね圧倒的に効果を感じて、ブースターのものをいろいろ探してたんですけど、こちらが一番効いたって感じですかね。なのでツヤ肌になりたいとか毛穴を締めたいって方はかなりおすすめかなと思いますね。ブースターの使用方法なんですけど、洗顔しました。その後にトナーミストみたいなものを僕は使用して、その後にスキンブースターをつけて、その後上にシートマスクをするって感じですね。そんな感じでブースターとして使用しております。ナイトしか使用してないです。デイでも使用していいと推奨されてるんですけど、サンクリーム塗れば問題ないですっていうのはあるんですけど、僕は念には念でナイトしかレチノール、ネチナールみたいなものは僕は使わないようにしております。合わせてビタミン C もですね。なので僕はナイトに全部持ってくるんですけども、でビタミン C とレチノールは合わせて使用しちゃいけないので、その期間っていうのを決めて組んでおります。で、僕はすぐ変える時にすぐ変えないんですけど、間3日から5日ぐらいは保湿の期間を入れたりとかするようにしておりますね。というところで、ブースターを探されている方はこちらの方をお勧めいたします。はい、で次の商品になりますね。次の商品はこちらになりますね。セリマックスのサンクリームになります。サンクリーム、最近の中でこれが一番僕の中ではいいツヤ感を出してくれるものっていうのが大好きなんですけども、僕の肌に合ってるのかもしれないんですけど、先ほどのセリマックスのクリームなんですけど、そちらの後にこちらをつけると圧倒的に効果を感じるということがあって、合わせて使ってるんですけど、やっぱ同じラインで使うとねやっぱり全然違うというのがあって、やっぱ僕もね全部試す時にはね同じラインのものを使って使用するんですけども、やっぱりこのセリマックスのクリームとセリマックスのサンクリーム使うといいツヤ感出してくれるんですよね。これで最終的に僕の肌が出来上がるみたいな感じで、めちゃくちゃこのクリーム、サンクリームは大好きで使用しております。あと小じわにも対応してくれてるから、そこら辺も嬉しいですね。そういう風に合わせて成分が超絶いいんですよ。なのでこのサンクリームは大好きで使っております。はい、で次の商品見てみたいと思います。次の商品はこちらになります。ネオゼンのサンセラムになります。こちらはねもう圧倒的にびっくりしたのは、サンケアのものだと思わないですよ。もう使用した時に、テクスチャ見てもそうなんですけども、もう美容液ですね。もう美容液で、サンセラムとかサンクリームが嫌いな方でもこれを使用したらもう間違いなく使えるかなと思いますね。で、あともうめんどくさい方、クリームとかね、トーラーとかね、美容液とか使いたくないよみたいな感じだったら、これだけ塗っとけば問題ないと思います。ぶっちゃけ言えば。できればね本当は美容液とかクリームとか塗った方がいいんですけども、これはね誰もこのテクスチャ嫌じゃないんじゃないかなと思いますね。サンケアのものを塗ってる感じがもう全くしないので、こちらめちゃくちゃおすすめですね。で、香りもライムの香りがするので、柑橘系の香りが嫌いじゃない方だったらもうバッチリいいかなと思いますね。めちゃくちゃライムの香りがするので、めちゃくちゃライムの香りが嫌いって方は合わないかと思うんですけど、ちゃんと SPF50 プラスだったりとかするので、サンケアの成分の方も良くて、プラスツヤ肌クリームなんですよ。このツヤ感もめちゃくちゃいいんですよね。で、ちょうど僕は今使ってるんですけども、こんなツヤ感になる。で、程よいツヤ感なので大好きで使っておりますね。トーンアップクリームっていろいろ出てるんですけど、そのトーンが合わなかったりするものが結構僕あったりするので、その中でもこちらはかなりいいツヤ感を出してくれるので大好きで使っておりますね。トーンアップクリームするものを使ったら化粧とかした方がいいんですけど、トーンアップクリームだけ僕は作って肌ツヤになって終わらしたいので、その上にね化粧とかする時はいいんですけども、しない時はねもうこれだけで抑えて、肌作りたいっていうのがあるので、それでいいツヤ感になってくれるクリームですね。で、ちょっと1点気になるのが、6時間ぐらいしたらちょっとね、特に汗のかく方とか、あと僕だとねジムとか行くので、そういう時とかちょっとね油分が若干出る。ですので自然肌の方とかはちょっと注意が必要かなって感じですね。
そんな感じで程よいツヤ感を出したい方はこちらのクリーム、あとサンケアのものが大嫌いだよって方はこちらのクリームを使ってみるのをお勧めいたします。はい、で次の商品はこちらになりますね。こちらがもう美白セットとして欲しい方、こちらの3つを使っておけば間違いないです。でこちらなんですけど、薬局コスメなんですけど、やっぱ薬局コスメ圧倒的に効きますね。全部いいんですけど、EGF がこちらが韓国国内で一番入っているものになりますね。なので再生クリームとしては最高クリームになりますね。であとこちらマデカソルのゲルなんですけど、軟膏の方じゃなくてこちらのゲルの方を使うとスキンケアに使いやすいです。合わせて使えるとね、もう最強再生クリームですね。シミとかね、そばかすなくしたい方はこちらのねメラトニングクリームなんですけども、色素沈着だったりとか、シミそばかすっていうのをアプローチしているので、ヒドロキノン 2% 入ってるんですけども、こちらを使ってもらうとかなりね、シミそばかす色素沈着っていうのが使用することによってなくなっていくのでおすすめできますね。このメラトニンクリームってちょっと肌弱い方だと使用するとちょっと赤くなっちゃったりするので、部分的に使用するのをおすすめいたします。全体的に塗らない方がいいかなと思いますね。僕ちょっとね、使用したすぐにちょっと赤くなってシミが目立ちやすくなったのですぐやめたんですけども、こちらのクリームの方はそういうことがなかったので、日本の薬局でも売ってるねものを使っても効果がなかったって方は、こちらのねクリームを使用するのをおすすめいたします。はい、というところで今回15選ご紹介させていただきました。このね暖かい時期、夏の前に購入した方がいい商品、効果ベースで皆さんの方にご紹介させていただきましたけれども、なんかね分からないことありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。5月31日の17時からね9点目代わりなんですけども、次はね9月になってくるので、夏にね使用するものを購入した方がいいかなと思うんですけど、夏に必ず必要になってくるものを韓国目線でご紹介させていただきました。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。